んにちは、もずくです。今回の動画はコペマート島夢見公開に向けて島民たちのお部屋をリフォームしていきます。今回は10匹いるうちのナターシャ、ビンタ、モンペの3匹のお家を順番に作っていきます。それではどうぞ。1軒目は住宅街にあるナターシャのお家からリフォームしていきます。まずはリフォームをする前にナターシャとこれから作る内装に合う服をあげたいと思います。それでは内装に取り掛かっていきます。まずは元のお部屋を片付けていきます。今回のお部屋のテーマは住宅街にお家が建っているので自宅を作っていきます。ナターシャの体の色に合わせて黒と白でお部屋を作っていきたいので、まずメインの壁紙に黒いボタニカルタイルの壁、アクセントに白いペイントウッドの壁、床はマイデザを使って真っ黒の床にします。さらにお部屋の雰囲気に合わせて玄関はコンクリート、ライトは家具が白飛びしすぎないように真ん中ら辺にしておきます。で、環境音は街に近い住宅街にあるので路地裏に設定しておきます。次は間取りを決めていきます。キッチンと寝室、ダイニングスペースを取り入れたいんですけど、キッチンの壁は白いペイントウッドの壁にしたいので、仕切り壁と柱、正面から見ても開放感があるようにウォールパーテーションで区切ります。さらにキッチンの横は寝室を作るんですけど、キッチンとは壁を変えて違いを出したいので、仕切り壁を置いてボタニカルタイルの壁に変えます。では次は家具を置いていきます。まずキッチンから作っていくんですけど、今回はオーブン付きコンロと仕切りカウンターを組み合わせてキッチンを作ります。その周りには冷蔵庫とレンジフード、キッチン小物を飾っておきます。さらにキッチンスペースにもっと密度があるように見せるために天井のランプは大きめのものにしておきます。これでキッチンは完成です。次は隣の寝室を作っていきます。まず仕切り壁に何も飾れない分、なるべく背の高い家具を置いて密度を出します。手前にはハンマス開けてベッドを置いて、さらに壁の上の方にはちょっとでも空間を埋めるためにエアコンを配置して仕切り壁から飛び出させます。左側の壁にも空間に密度を出すために両面ウォールクロックを飾っておきます。これで寝室は完成です。天井の方にエアコンとウォールクロックを置いたことで密度が出たかと思います。次はお部屋の手前側を作っていきます。手前側はダイニングスペースを作りたいので、寝室とキッチンの間にアイアンワークテーブルと椅子を置きます。テーブルの上にはマグカップと、天井には後ろのランプを邪魔しない裸電球を配置しておきます。次は左右の壁沿いに家具を置いていきます。で、私の中でナターシャは大人っぽくておしゃれ好きなイメージがあるので、左側は洋服やコスメを収納していそうなシンプルなチェストを置いて、壁には鏡の前デザインにリメイクした額縁ポスターとランプを配置しておきます。さらにチェストの横に何も置かなかったので、その代わりにセントラルヒーティングを配置しておきます。次は右側を埋めていきます。ここは何を作るかというよりかは、お部屋の雰囲気や色味に合わせてさらに空間を埋めるために重厚感のある家具を置いていきます。で、ヴィンテージなチェストの上に何か小物を置きたいんですけど、私の勝手なイメージでナターシャはお酒が好きそうなイメージがあるので、ディスプレイボトルを置いておきます。次は壁の空いている部分に家具を飾っていきます。で、キッチン横の空いている壁にバスルームにつながるドアを作りたいんですけど、めっちゃくちゃ探しても真っ白のドアの前デザインっていうのがなくて、頑張って自分で作ってみました。
よければ概要欄の方に私のマイデザインコードを載せてありますので、ぜひダウンロードしてみてください。で、さらにドアをリアルに見せるために、ドアの前にラグを敷いておきます。他にもまだ空いているところがあるので、壁掛けのキャンドルを飾っておきます。最後に、ナターシャとお部屋の雰囲気に合うオンリーミーを流すためのラジカセをウォールパーテーションの上に置いて、この部屋は完成です。モノトーンテーマという一見特徴を出しづらそうなテーマを間取りや家具選びで印象に残るレイアウトにできたのが満足。2軒目は農業が盛んな田舎町に住むビンタ農地をリフォームしていきます。農業が盛んなので、ビンタ農地は野菜の苗や植物の苗が売っているお店にしていきます。まずはビンタに似合うお洋服をプレゼントします。それでは内装に取り掛かっていきます。まずは元のお部屋を片付けていきます。いろんな苗を売っているお店っていうのとビンタの雰囲気に合わせたいので、お部屋は全体的に柔らかい雰囲気にしていきたいと思います。なので壁はメインに白いレンガの壁とアクセントに緑のペイントウォール、床はアクセントに合わせてグリーンラバーの床を使います。さらに玄関はコンクリート、ライトは真ん中らへん。環境音は田舎なので高原にしておきます。次は間取りを決めていくんですけど、お店なので売り場とレジスペースに分けます。奥の広い方がレジスペース、その他が売り場になります。ではまずはレジスペースから作っていきます。で、壁や柱で囲われている部屋って手前から見た時に背の高い家具や重厚感のある家具が置かれていたり、密度があった方が見栄えがいい気がするので、まずお部屋のテーマに合う木製のクローゼット、品種改良中の植物に見立てた光苔の栽培棚を置いておきます。さらに棚の上にはじょうろと、クローゼットの上には商品ではなくビンタがお腹が空いた時のための猫草を置いておきます。次はもっとレジ後ろの作業場っぽくするために壁に木製のウォールシェルフと時計を飾っておきます。次はお会計をする場所を作るんですけど、今回はカウンターではなく木製のウォールパーテーションの上にタブレットを置いて簡易的なレジにします。さらにレジの後ろにはじょうろに水を汲むためのスロップシンクと、天井には空間を埋めるための放浪のランプを飾っておきます。これでレジスペースは完成です。では次は狭い方の売り場から作っていきます。お部屋自体が狭いので商品の置き方とかは難しいんですけど、なるべくたくさん商品が置かれているように見せたいので、この狭いスペースには大きさの違う仕切りカウンターをそれぞれ並べます。その上にはホット苗セットと、壁には説明書きとランプを飾って、これで奥の売り場は完成しました。次は手前側の売り場を作っていくんですけど、はい、お気づきの通りビンタからたぬきちに変わっております。実は動画的にたぬきちは映さず、お部屋に住む住民だけで動画を撮りたかったのでハピバラで再現していたんですけど、なんとそのハピバラでは低木とか木の苗が置けないということが発覚したので、仕方なくたぬきちに変わってもらいました。ということで商品を置くためのテーブルを並べて、その上に低木の苗を置きます。で、右側にも売り場を作るんですけど、同じように作ってしまうとなんだか物足りなく感じるので、ここは木箱を商品棚にして使います。次は空いているところを埋めていきます。まず栽培棚と玄関のグレーの色を右側の空間にも配置したいので、積まれたボトルクレートを置きます。さらに
レジスペースの空間ももう少し埋めたいので、ボトルクレートとマンスリームを置きます。で、全体を見てもらうと、後ろ側だけにベージュの色が固まっているので、手前にも同じ色の段ボールを置いてバランスを取ります。そうすると玄関前の空間が目立つようになってしまったんですけど、入り口なので置いていても違和感のないバケツを置いて空間を埋めます。さらに床のデザインが無地ということもあって、もっとメリハリをつけたいので、レジスペースの下にレンガのラグを敷いておきます。次は壁を飾っていきます。もっと植物もりもりにしたいので、壁全体にウォールプランツを飾ります。ちなみに木箱の周りにベージュの色がなかったんですけど、ウォールプランツを飾ったことで色のバランスが取れました。さらに壁を埋めていきます。で、まだまだもりもりにしたいので、今度は天井にツグのガーランドを飾っていきます。全体はこんな感じになりました。次は栽培棚のライトに合わせて壁の一番上にネオン管を飾っていきます。さらに壁の一番下にはネオン管のライトを消して水道管っぽく見立てます。最後にお部屋の入り口にラグを敷いて、これでお部屋は完成です。柔らかい雰囲気、営業中に食べる用の猫草でビンタの性格を捉え、黒を差し色にすることでよりビンタが馴染む。最後は湖に浮かぶモンペのお家をリフォームしていきます。よく見てもらうとパーティーライトがあったり、映ってはいないんですけど、パラソルテーブルとかも近くに置いているので、このお家は島に住む住民さんたちだけが知る喫茶店にします。まずはモンペに似合うお洋服をプレゼントします。それでは内装に取り掛かっていきます。まずは元のお部屋を片付けます。今回は喫茶店なので全体的にブラウンを使ったお部屋にしていきます。なのでメインの壁紙は茶色い宝具の壁、アクセントは喫茶店っぽく綺麗なガラスの壁、床は古い玉の床にしています。で、よく見てくれている人なら気づいたと思うんですけど、今回窓なしで作っています。いつもだと自然光重視なので窓上げにするんですけど、今回はアクセントで使った窓付きの壁が割と自然光な感じなので、今回は窓なしにしました。で、玄関や明かりはこのような設定にしています。次は間取りを決めていきます。レジスペースだけは茶色い宝具の壁にしたいので、仕切り壁と柱を使ってお部屋を分けます。次は家具を置いていくんですけど、レジスペースを正面から見たときに、カウンターよりも背の高い家具が後ろに見えた方が見え方もいいし密度も出るので、ヴィンテージなチェストを置いておきます。さらに仕切り壁にはもうお決まりのエアコンを配置しておきます。次は小物を置いていきます。まずはカウンターにレジとブラウンとシルバーだけだと少し重たい印象なので、チェストの上に白色のキャンドルを置いて、さらに喫茶店っぽい音楽のケケボレロを流すためのラジカセを置いておきます。で、天井にもう少し密度が欲しいので、雰囲気とお部屋の色味に合わせた丸いシャンデリアを配置しておきます。これでレジ周りは完成しました。次はレジ横を作っていきます。喫茶店っぽくレトロな雰囲気のカントリーな食器棚を2つと、間にぴったり収まる公園台を置いて、その上にシルバーの色を取り入れるための水差しを置いておきます。
で、さらに壁を飾りたいんですけど、窓付きなので飾れそうなスペースを見ながら、窓のちょうど真ん中ら辺にメニュー看板と壁の一番上にウォールシェルフを飾っておきます。次はイートインスペースを作っていきます。あまり大きなものを置くと圧迫感を感じるので、1マス分のテーブルとモンペが座って向こう側に行けるように手すりのない椅子を置いておきます。で、テーブルの上にはアイスコーヒーと天井には裸電球を配置します。まだイートインスペースを作りたいので、邪魔にならなさそうな場所と向きでテーブルと椅子を置きます。で、テーブルの上にはおそらくチョモランあたりが座っているであろうコーヒーと新聞にリメイクした広げた資料を置いておきます。さらに壁にはランプを飾ります。引きで見るとこんな感じです。次はレジ前を作っていきます。レジカウンターを邪魔しないように背の低い家具を置いて、カントリーなローボードの上にはいろんな新聞、クールなサイドテーブルの上には喫茶店オリジナルの飲み物を置いておきます。で、このままでもいいとは思うんですけど、もう少し床にメリハリがあってもいいかなと思うので、2人席の下にお部屋の雰囲気に合う牛革のラグを敷いておきます。次は空いている壁を飾っていきます。ホールの壁は飾る位置によって違和感があるので気をつけながら配置していきます。で、2回も登場するくらい欲しかった色のドアを飾って、これでお部屋は完成です。立地とお部屋のテーマがしっかりあり、狭いお部屋ながらもテーマに必要なスペースや動線を考えることができたので満足。最後まで見ていただきありがとうございました。よければ高評価とチャンネル登録、コメントもたくさんお待ちしております。実写チャンネルの登録もよろしくお願いします。